今日のサブチャンネルは大阪に行った時の絵日記を書きながら1泊2日の旅を振り返ろうと思ってます。で、メインの Vlog でもお話しした耳っていうところでピアスを買ったので、なんかこのシールももらえて、これを絵日記に貼ろうと思いました。あとはこちらカフェ太陽の塔のカード、これも貼ります。どうしようかな。1泊2日だったから2ページ分使おうかな。見開きで使っていきます。こういうメモ帳も使いながら、赤をメインにしようと思ったので、これとあとマスキングテープはこちらを取り出しました。引き出しから。大阪に行ったのが9月の2週目とかなんですけど、1ヶ月以上期間が空いて書く絵日記です。文具女子博で買った紙。初めての一人旅で、何事もなく、何か問題が起きるとかでもなく、無事に帰ってこれたので安心ですね。まあでもそんな距離もないから、海外とかでもないから、あとは夜もそんな遅くまで私一人だったっていうのもあって外まで出てなかったので、それもあるかもしれないですね。大阪は中学生ぶりに行ったんですよ。小さい頃から家族でよく大阪に行ってて、東京にもよく来てたんですけど、大阪もよく行ってた場所の一つで、大阪の道頓堀があるじゃないですか。多分道頓堀だったと思うんですけど、そこで似顔絵を描いてくれるっていうものがあって、で私とその時は多分まだ弟が生まれてない時だったので、私と妹の似顔絵をその方に描いてもらって、それは多分今でも実家にあると思うんですけど、もうね、すごい特徴を捉えてる味のある顔の似顔絵ですぐ思い出せます。幼少期のアルバムとかを見返しても大阪で撮った写真とかが結構あるんですよ。最後に中学生の時に行った時は USJ に行って、でも過ごしたのも USJ の周辺だった記憶があります。私の母が USJ の中か USJ の付近にあるおにぎりと豚汁のお店があって、そこをめっちゃ気に入ってしょっちゅう食べてたのを覚えてます。もう毎日のように多分行ってました、母は。今回がもう中学生ぶりで、しかももう土地勘とかも全然わからないから、ストーリーズで何かおすすめの場所があれば教えてくださいっていうのを質問したら、すっごいたくさん教えていただいて、それでその中から選んでいったところがほとんどでしたね。ありがとうございます、教えてくださった皆様。カードが厚めで剥がれちゃいますね。初めての一人旅で初めての新幹線だったんですけど、新幹線がもうね、めっちゃ快適で、もうスピードが全然違うじゃないですか。新幹線ってこういう感じなんだって思ったし、よく実家が東京とか関東にある方は羨ましいなって思ってたんですけど、すぐ帰れるじゃないですか、帰りたい時に。だけど今回新幹線に乗ってからは、新幹線で行ける距離に実家がある方も羨ましいなって思うようになりました。大阪もだし、京都とか名古屋もです。こんなにすぐ着くなんてって思いました。なんかめっちゃいい感じ。まだ途中だけど。で、今回もちろんすっごい楽しかったんですけど、私的に反省点っていうか、あまりいつも通りに食事を食べることができなかったっていう点がすっごい後残りですね。いつもだったらもっと食べれるのにって思って、なんでだろう、ケーキとかカフェラテ飲んでたからか、なんかお腹がいつもよりタプタプになっちゃって、そういうのもあってお好み焼きとかもね食べたかったんですけど、まあ次回食べれたらいいなと思いますね。今回は1泊2日だったから限られた時間の中でどこに行けるかっていう感じだったんですけど、もしまた次行く機会があって、その時長い時間入れるようだったら美術館とかも次は行きたいですね。大阪の美術館では、ここの部分に太陽の塔で食べたケーキのイラストを描いていきます。下書きなしで大丈夫かな。太陽の塔で食べたケーキは、見た目は着色料が
すごいなって感じじゃないですか。上がグリーンでピンクでっていう。だけどただ甘いだけじゃなくて、ちゃんとホワイトチョコの味もして美味しいケーキでした。書いた文字が微妙だったので、必殺マスキングテープ隠しつけるかな。ちょっとつけちゃう。一度修正テープで文字を消してから、でその上からシールを貼ったら文字が透けないです。これカフェの店員さんみたいな女の子のシール。私が買ったピアスがじゃーん、こちらです。ちょっと見えにくいけど小さめのピアスですね。なんか星のような形になってて、すっごい可愛いんですよ。さりげなくて。でこれは耳たぶではなくて、私一つだけ軟骨のこのピアス、耳の上の方が1個だけ開いてるので、そこにつけようと思ってこれを買いました。めっちゃ可愛い。大ぶりではなくて、さりげない大きさのキラキラしているものを探してて、一度はね買うのやめようと思ったけど、やっぱり翌日お店に行って購入しました。本当にね、このミミっていうお店もだけど、すっごい人が多くて、若い子たちが多かったですね。このお店の名前もめっちゃ可愛いですよね。ピアス専門のお店だからミミっていう名前で、この星の形描いてる。ホテルで食べた朝ごはんの写真はこれでね、チェキで印刷しようと思います。じゃーん、ホテルでの写真。チェキは糊で貼るよりもテープ糊で貼った方がくっつきやすいので、テープ糊を使います。動画を見てくださった方は分かると思うんですけど、ホテルが東向きですっごい綺麗に朝日が見えるんですよ。だからもうその朝日が眩しすぎて自然と目が覚めた朝でした。あんな感じで自然に朝日の力で起きるっていうのめっちゃいいですよね。自動で開いたり閉まったりするカーテンの機能がめっちゃいいなと思って、私のこのお家のカーテンのレールとは合わない感じがして、ちょっとまだわかんないんですけどね。それで結局今はもういいかって思ってるけど、やっぱり動画編集しながらあのカーテンのめっちゃいいなってまた思い始めてました。自宅で使ってる方いますかね。どうなんだろう。まあ後でまた調べようと思います。Day1 って書いたので、まず着いてから行ったお店が花だこ。超ふわふわのたこ焼きでした。でもこんなに人気な混んでるお店だとは思わなくて、一度は諦めたけどやっぱ並んでよかったですね。美味しかったから。私よく銀だこを食べるんですけど、銀だこのたこ焼きとはまた違いますね。銀だこはあれでしたっけ、大阪発祥ではなかったっけな。で花だこに行って、その次にまたおすすめしていただいたコーヒー屋さんに行きました。オールデイコーヒー。その後にお買い物、ショッピングタイム。私もうザ・夏みたいな T シャツを着て行ったんですけど、その日めっちゃ暑かったけど、その時着ているお洋服よりももうちょっと秋らしいデザインの T シャツが欲しいなと思って、イエナスローブで T シャツを買いました。あとはカシラっていう帽子屋さんがあるんですけど、そこでも可愛い帽子を見つけたので買ってすぐかぶってました。あと面白いガチャガチャも見つけて、ガチャガチャコーナーみたいなお店があって、これ見つけました。こんにゃく指輪っていう。こんにゃく指輪にもじって、これ私やってないけど、糸こんにゃくとか普通のこんにゃくとか刺身こんにゃくとか、これ面白いですよね。こんにゃく社になってくださいね。面白いなと思って写真だけ撮りました。ホテルに戻って一息ついて、ポップアップの場所に、その次に太陽のとうどん。あとは2日目に行った中崎町っていう町エリアがあって、そこもすごい個人的に良かったです。なんか私レトロな
雰囲気のある場所とかが好きで、お店とかも結構可愛かったですね。本当はそこの中崎町にあるカフェに入ろうとしたんですけど、その前に見つけたカフェにも行きたかったのでそっちを取りました。でも中崎町に歩いてるだけでも結構楽しい、タイムスリップしたような気分になれました。なんか似てるなって思ったのが、沖縄でいう国際通りの細い隙間の道があるんですけど、その感じとちょっと似てるなって思いました。裏路地じゃないけどすごい狭い道で、私国際通りたまに歩いたりするんですよ、帰省した時に。そこ歩きながら建物と建物の間の隙間を見るのが好きですね。そこだけ街並みがあんまり変わってないような感じがします。私大阪で1日1個ケーキ食べてましたね。の隙間にコーヒーのシールも貼ります。こういうねフレークシールめっちゃ可愛くて好きですね。このペンやっぱりめっちゃいい、書きやすいですね。おすすめ。